皆さんこんにちは。いつも動画をご視聴くださりありがとうございます。今回は変わり鳥たすきの模様の刺し子付近を制作していきます。この模様に入って今回で4回目になりまして、今回の動画で完成までいけたらいいなと思っています。よろしくお願いいたします。はい、ざっと見ていただくと、あれ、もう刺し終わってるんじゃないかっていうね、感じかとは思うんですけれども、まだね、最後の処理が残っておりますので、おいおいやっていきますね。その前に前回までの振り返りを簡単に話していこうかなと思います。1回目はこちらの変わり鳥たすきの模様を実際に描いていく動画を撮りました。2回目に入って、実際に刺し子をスタートさせました。刺し順を話して、この模様だと1回糸を通したら案外長く刺せるんですよね。で、ルートを道なりですのでね、このまま道なりに行って1往復してみたいな感じで、それを2回目から刺していきました。で、その2回目で話したんですけれども、もうね、パターンが決まっていて、もうこの1往復をただただ繰り返していくっていう感じなので、糸の長さがね、測っていけば目安が取れるんですよね。だから2回目の動画でそれを目安を取るということでスタートしていて、で3回目に入りまして、長さがまあこれでいいんじゃないかなっていうのを決めましたというかね、目安が取れて、それが2往復で2メートルで、3回目の動画ではもうね、ここのやる分の糸を切っていく。その時はあと3本切れば、その3本を刺し切れば完成っていう感じになるので、その糸を切るのをね、準備したっていうのを3回目でやりました。で、その後に、私の宿題としてその3本の糸を刺し切って、今もう完成というか刺し終わりましたっていうところまで来たんですね。で、ここからがまだね、糸端とかがね、残ってるんですよね。出てる部分が途中ありますので、この辺をね、切っていこうかなと思います。で、切っていくんですけど、その前に、そうだ、刺し終わってから、ここに、今この状態になるまではどうしたのっていうところで、一回洗ってます。洗うことによって、前回までは、ここにこう線があったかと思うんですけれども、水色の線が、それが消えていますね、今はね。そして、洗い終わって、昨日の夜洗って、乾かして一晩置いて乾いてるのでね、次の日の朝は。そして先ほどアイロンかけました。アイロンをかけて今ここにはいポーンって置いて、よしここから糸端を切っていくぞっていう段階まで整えました。ではここから実際に糸端を切っていきながら、刺してみての感想を話そうかなと思います。はい、こちらの私のお気に入りの糸切りばさみで切っていこうかなと思います。こういう感じですね。はい。では、じゃあ切っていきますね。あともう単純にここ、際の部分で切っていくだけです。で、今回のこの変わり取りたすきですね。先ほどもちらっと言いましたけれども、一回、糸をね、針に通したら、ある程度長く刺していける模様ですね。そしてなおかつ、道なりに進んでいけば迷いようのないっていう模様でもありますので、模様を描く時点で円の型をね、こう置いてこういう感じでやっていくんですけど、あの時はちょっと迷ったりとかあったんですけど、あの辺を描き終わって、じゃあ刺すぞってなったら、もうそっからはね、案外サクサクいくんじゃないかなとは思います。あとはそう切っておけるっていうこともあるんですよね。3回目で3本分切ったところを見ていただいたんですけれども、ああいう風にすることによって、あと残り3本で終わるみたいなね、今日1本やって明日1本やってとかね、案外1本やったけど、あれもう1本ぐらいいけんじゃないとか
そういう感じで、そしてそのね糸が終わったら同時にこれが刺し終わるっていう感じが見通しが立ちやすいんですよね。だから私できそうな模様の時はそういうふうに2往復今回はね2往復2メートルっていうのが分かったので、これあとはね記録しておく何かに書いておくもう次万が一またね同じ模様ねやろうなんて思った時にね忘れますから、それを私YouTube でもね刺し子のノートの紹介とかね話したりしてるんですけど、必ずそれに書いておきますね。とにかくねどっかに書いておくんですよ。2メートル2往復2メートルみたいなのをとにかくどっかに書いておいて、最終的に刺し子のノートだ、これだ、ちょっと待ってくださいね。紹介した時と表紙がもしかして変わってるかどうか忘れちゃったんですけど、これが私の刺し子のノートなので、この中に、代わり取りたすきっていうページを作って、それでその代わり取りたすき2往復2メートルとかね、とにかく書いておく。そうすることによって半年後だろうが1年後だろうがもっと先だろうが、またこれやりたいななんて思った時にね、あれ前回どうだったっけみたいなのをねこうやって見ることを見て、それで思い出すっていうのができるので、書いておくのは大事だなと思っているので、私今見ていただいたねノートに書くようにしています。でそういうふうにね切っておくのは、目安ゴールがね見えやすいっていうのもあるんですけど、あとは収納しやすいってことがあるんですよ。収納しやすいってどういうことかっていうと、私刺し子のこの作りかけの付近の収納っていうのでも YouTube の動画出したことあるんですけど、例えば今回の糸はこういう感じでね糸玉になっているので、案外厚みがあるから、厚みがある時は私ちょっとこういう大きめのね袋に畳んで入れといて、作りかけのねものをこれぐらいの厚みがあるからねちょっと大きめのに入れておく。でこれでとにかく布と糸はセットにして必ず置いておく。忘れるからあれ何の糸だっけ、どこの糸だっけって絶対忘れるから、まだね分かりやすい模様だったらいいんですけど、赤とか紺とかもう大変です微妙な色合いの違いでね持ってるのあると思うんで、これはこう糸玉になってるからこうなんですよ。でも切っておけると、あとはカード巻きとかの形状もそうなんですけど、こうペタッとしておけるんですよ。ペタッとしておけると、例えばこれはちょっとただ近くにあった付近なんですけどこれもちょっと今近くにあったんですけどこういうね、これだとほら入らないけど、糸端を糸端じゃないや切っておいてね、長さで切っておいて、あとこれ例えば作りかけだったとして、こうして、カード巻きだったらここも入れられるし、あと長さで切っておけるやつだったらその切ったのを前回のね糸切った3本とかだったら、そういうのを例えばこういうのに入れてペタッとなるから切っておけたら、そしたらこういうのに入れておけるから、もっとコンパクトに収納できる。なんかこういうのをね動画に前したことあるんですよ。作りかけの布巾を収納する時で、そうするともうコンパクトだし、例えばですよ、ここにそういうの切っておいたらこの3本がなくなったら刺し終わるとか、そういうのが分かりやすい。でこれだと、場所がどこでもね、とにかくこれをパッと持っていけば、あと道具なんかもねこれに何て言うかな、今は私は家にいるからこのスンスン缶に入れてるんですけど、この缶に入れてこうちょっと厚さもあるからね、家だったらいいんです。これだってコンパクトですよ。これだってコンパクトなんだけど、もっとねよりコンパクトにこっちに入れることも可能なので、そうするとこれをパッと持てばどこでも刺し子ができるみたいなこともあるから、そういうふうにやりやすい模様であるっていうことですね。これはものすごく単調な糸も切っておけるのでっていうので、なんかそういうこともね模様によっては考えたりします。もちろんね
この模様を刺してみたいな、刺し越したいなっていうことでね決めるのが大きいんですけど、大きなポイントですけれども、その中で「ああこれ切っておけんじゃない?」みたいなのがあったら切っておくとさらにねコンパクトに収納できるっていうことですね。で、ちょっと思うことはまだ途中なんですけど、話している間にですね糸端を全部切れたのではないかなと思うので、一旦ここではい代わり取りたすき完成でございます。お疲れ様でございます。はい、刺してみての感想、ちょっと今まだ途中だったんですけども、まずね今完成したので、その完成したのをね見ていただきながら、またちょっと続きは話しますね。こういう感じですね。全体的に見ていただきますとこのような感じになっています。これ表から見ていただいたところになりますね。はい。で返すと裏から見ていただきますとこのような感じになっております。表なんだか裏なんだか結局これの分かるところはここの交点のねここのパターンの違いでこちらが裏だなっていうのが分かります。はい、ここが違いますからね、こことここがこういう感じになっているので表と裏が違うのが分かる。でもそれ以外は模様差しって結局こういう感じなんですよ。でなおかつ私は教科書的に言うと違うとは思うんですけど、私はこう刺してる中で自然と表も裏も結構針目の感覚を同じに、同じに刺し意図的に刺してるっていうか、なんか流れでそうなったっていう感じだし、それが私の好みでもあるのかななんて思うので、あんまり針目でね表がこっち裏がこっちっていうのもちょっと分かりにくい感じはありますね。はい、どちらでもみたいな感じです。はい。で、そうですね、刺してみての感想。あとね、思ったというか、やっていく中で、こういうリズムいいんじゃないなんて思ったのは、針目の感覚はもう自由にね、手の動くままっていう感じでやっていたんですよ。例えば、こっからここまでが何目とかは、もう私は決めずに、ダダダッと刺した。でもその中でも、そういうふうに刺した上でも、やっぱポイントは、ここの、模様というかこのラインがね緩やかな曲線が集まったここの交点のバランスだけはある程度は取りたいなっていうのは思っていて、ここですね、こういうところでそれを考える上でそうですね、どこで言おうかな。じゃあここで言おうかな。はい、例えばここね、こういう感じでここを気をつけるポイント、ここもそうですけどどこもそうなんですけど、ここを気をつけるポイントとしてこう刺していく上でこうずっとこの斜め、例えば今ここの指でなぞってるここのね曲線を刺していく。でただただやっていく最中はね2回目も3回目の動画もただただこう刺してたんですけど、なんかねやっていく中でだんだん思ったのはリズム、こことかこことか交点に行くところはやっぱりゆっくりめで、私はここはちょっと針目の幅がね結果広がってる感じなんですよ。だけど例えばこういう緩やかなここですね、ここ刺す時は、気持ちねこっちよりは細かく、そんなに変わりはないかもしれないけれども刺すリズムですね、ここまず通過するでしょ。でここで辺で一回抜くんですよ。針抜いて、そしてここからこの辺までの間をもうこうリズムよくタタ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 っていくわけですよ。タタタタタ。そしてここら辺まで来た時にちょっと一呼吸整えてトントントンっていう感じでここに入る。いや何が言いたいかっていうといかにここをバランスよく刺すかっていうところにおいて、私この辺で2目か3目ぐらい前ここでね一回ねスピードを緩めるか一回針抜くかみたいな感じでやるとなんか調子いいなみたいな感じですね。だけどなんか全部それやるとなんか窮屈なんですよ。だからこの辺はタタ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 みたいなリズムよく
何も考えずにわーって言って、でこの2目か3目くらい入るぞっていうところで一呼吸置いて、ちょっと慎重にトントントンって言って入ってっていう感じで、それの繰り返し。この辺はタタタタタタタって言って、ここでちょっと調子整えてトントントンってゆっくり言ってみたいなのをやると、なんか楽しくリズムよく私させたな。特にこのカーブね、こっちのカーブはねそんなにここほどはなんていうかな、こっちの方が私調子整えるのが難しかったんですよね。こっちの方がね、こっちはねなんか一回ここでね頂点があるじゃないですか。こことこことここでなんか調子整えるっていう感じで、こっちの方が私指しやすかったかな、目安が。ここがねなんかね間延びしちゃって、なんかバランス取るの難しいなと思ってたんですよ。難しいなと思ってた時に、なんかこことここでやっぱり一呼吸置いて、ここをリズムよく何も考えずにわーっていくとかね、なんかそういう風にいくとリズムよくいけんなみたいな。別にそんなこと考えなくてもいいんですけどなんていうかな、指し子するって、指す過程も私は楽しみたいんですよね。楽しく、なんか結構この話するんですけど、苦行になるんですよ。苦しむ苦しむ行になっちゃう。これがなんか根詰めて根詰めてみたいになりそうだから、そこをどこを生き抜くかっていうところですね。ここはちょっと綺麗に私頑張りたいみたいなふうに思ってる。だけどなんかずっと頑張ると辛いから、ここんとかはいタタタタタタって何も考えずわーって言って、ここだけちょっと気をつけてとか、なんかそういうメリハリつけてやると、なんか苦行じゃなく楽しくさせるなって思ったので、その話をしてみました。はい。だんだんね、なんか最初どっちのラインから始めたのかな、多分こっちのこの向きにして、この向きにするこっちの横ラインからやってたんですよ。その時はあんまり感じなかったんですけど、後半になっていって縦の方をやっていく上で、なんかそういう風にリズムをねメリハリつけていくとちょっと楽しく進めるななんて思ったので、はい、そのことを話してみました。では完成ということでね見ていただいたので、無事に代わり取り助け完成しました。そしてじゃあ次の模様ねどうしますっていうところになるんですけど、私これをね作っていきながら次どれにしようかなみたいなことを考えてたんですよ。でそれを思った時に別に最近ではなくて実は前からね、そういえば模様だけ私あれだけやってないんだよなってちょっと心に引っかかる模様が最近あって、じゃあ今度それにしようかなって思ったんです。でそれは何かっていうと、結び重ね亀甲ですね。ちょっと待ってください。模様名本当にそれで合ってるかな、確認しますね。少々お待ちください。そうですね。結び重ね亀甲で、なんでそれっていうのはこれなんです。はい。これ次回のね模様のことを考えてた時に、私だいぶ前だな、寄せ模様を紹介した動画を投稿したことあるんですよ。全然もっと何年、年単位で前の話ですけどその中でこれもね出てきて、私このパターンで何枚か作ってるんですけど、私見ていただこうと思って探してる中でこれしかちょっと出てこなかったんでこれ持ってきたんですけど、色違いでこのパターンでね、この組み合わせであと2枚くらいは多分ありそうな気はするんですけど、とにかく出てこなかったので今これだけね持ってきたんですね。でこれで何が言いたかったかっていうと、これ3つの模様を斜めに区切って入ってるんですよ。でこっちが変わり飛車紋亀甲、これさや型で、これ結び重ね亀甲っていうことで、これ組み合わせる時に斜方眼をベースにした模様を3つ斜めで組み合わせようと思って、いやどれがいいかなみたいなことをね本とにらめっこしながらこういう配置でやってみたんですね。でまずさや型は私何枚も刺してるんですよ、好きだから。でこっちの結び重ね亀甲は何ヶ月か前に私作ってるんですよ。これで分割寄せ模様ではこれ刺したことあるけど1枚では作ったことがなかったので作りましたって言って、リンク概要欄にリンク貼っときますけど、
それもこれも作ったことある、1枚で。だけどこれだけが、この結び重ね亀甲がこの寄せ模様でしか私差し子したことないんですよ。いやここで差し子はしてるんですけど、これを全面に1枚でっていうのをこれだけがやったことがないっていうのが私気がかりで残っててそれを最近思い出したので、じゃあ次これにしよっかなと思って、これを1枚で差し切るっていうことですね。で、こっちのね、何枚か持ってきました。このね、さや型。さや型はこういう感じ。これやっぱ私多分こういうの好きなんだと思うんですよ。だからとにかく模様出しが好きで、もうとにかくただただ道なりに行ったらそんな迷うこともなく刺せるというね。さや型なんかそんな典型なんですよね。こっちみたい代わり取りたすきのように何センチって測っておくことはできないですけれども、とにかくなんか両手2回分で糸に、針に糸通してわーっと刺していってっていうことでやっていくと、こういうのだから何枚もあるんですよ色違いででこれは作ったことあるでしょってあるんです。まだ他にもあるかもしれない、ちょっと分かんないけどとりあえず3枚目に入ったので持ってきました。で、さっき言ったこっちがこれなんですよ。これが前 YouTube の制作過程で何回かにかけて作っていったので、これも1枚で刺し切ってるわけですね。こういう感じでこれもある。だけど結び重ね亀甲だけがこういう感じで1枚で刺し切った模様としてはないっていうのがなんか気がかりだったんですよね。それでじゃあやってみようかなっていうふうに思いましたので、次回から結び重ね亀甲をやっていこうかなと思ってます。で、今12月、今日が12月、今日はここにあった。今日収録時点は12月3日なんですね。で、これ実際配信に載るのが編集やってからなので何日かわからないんですけれども、次回のね、これにやるにあたって多分12月では模様を描きましたところまではやるとは思うんですけど、多分年越しちゃうと思うんですよ。年末年始でちょっとね変則的、私の生活リズムも変則的になるからお休みになったりとか、それこそライブ配信もどうなるか分かんないんですけどってなると多分年末年始だから2025年2026年の1月にかけて多分これを作っていくんじゃないかな。だからこれで終わり、これで始まるみたいな感じになるんじゃないかなと思ってます。でこれをやるときにでもこれはその結び重ね亀甲をやるときにも喋るかもしれないけど、なんかねさっきはちょっと発掘したからね、ついでに見ていただこうかな。なんかこういうことでね私書いてたっぽいです。多分ね2019年か2020年ぐらいにこういうことやってましたね。これをもとにこれを起こしたんですよね。これはちょっと次回喋りますか。もう次回もまた見ていただきますね。軽くちょっとねこんなのが出てきたので今見ていただいたんですけれども、多分これをもとにここですね。これをもとにねまた紙に1枚で書くっていうところからね私はやっていくんじゃないかなと思います。そういうのがねファイルに残ってたので、なんかこういうこれなんかB4 サイズのダイソーの当時買ったファイルにこういうものがねいっぱいこう入ってるんですよこういうの前からなんかコツコツやって、YouTube 多分やり始めたの2020年2022年2023年からかもしれないけど、なんかもっと前からなんかこういうとにかく YouTube にアップしてるようなことはずっとやり続けてて、それが今2025年もずっとやってるんですけどそれをねまた今度はこの結び重ね亀甲でね次回はやっていこうと思いますので、もしよかったら見守っていただけましたら嬉しいです。
はい。ということで、まずはね、今回の模様は、ちょっとお待ちくださいね。今回の模様はこの結び重ね亀甲でしたので、それが完成いたしましたので、はい、まずこれをね、見ていただきながら。はい。はい、まず今日はね、これが完成して、はい、ほっとしました。そして、次回からは結び重ね亀甲を、いや、多分、これは、もうちょっと模様の感覚も緩やかだし、迷いようがない感じだからサクサクいったんですけど、結び重ね亀甲はちょっと難易度高そうですね。指し順とかはね、ありますでしょうけど、私なりになんか行っては戻って行っては戻ってみたいな感じでやってしまいそうな感じがするので、その辺の試行錯誤も YouTube にしていけたらいいかななんて思っています。はい、ということで本日の動画は以上となります。もしよろしければチャンネル登録や高評価をしていただきますと、このように動画にする励みになりますので、よろしくお願いいたします。最後まで見ていただきありがとうございました。